こんにちは、みーたまです。今回は和モダン、花編みタッセル、ピアスまたはイヤリングを制作しています。動画の途中で花編みの作り方の資料を流しますので、スクショなどでぜひご活用ください。アフレコで韓国の歴史についてお話ししています。よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。前回の動画では韓国歴史ドラマイサンについてお話ししてきました。イサンの父にあたるサドセジャが米びつに閉じ込められることになった背景をたどってきました。その続きをお話ししていきます。サドセジャの3歳年下の妹であり、同じ母を持つファワン王女。彼女はなぜ実の兄を陥れるような行動をとったのでしょうか。まず彼女の生涯を振り返ってみましょう。ファワンは11歳の時にソロンパの重臣の子と結婚しました。四女から非常に寵愛されており、嫁いだ後も四女は彼女の家をたびたび訪れるほどでした。18歳で娘を出産しましたが、翌年、夫と娘を相次いで失い、未亡人となります。この時、四女は彼女を哀れに思い、王宮に戻るよう命じました。24歳の時、サドセジャが亡くなります。26歳の時、夫の一族から養子としてチョン・フギョムを迎え入れました。このチョン・フギョムはファワンの手先となり、暗躍した人物として知られています。しかし、38歳で四女が世を去り、長女が即位すると、ファワンは父という後ろ盾を失い、長女に仕返しされることを恐れるようになりました。長女にとって目上の叔母にあたる親族に刑を執行することは難しい問題でした。ファワンは流罪となりました。チョン・フギョムは流罪の末に斬首されました。その後、ファワンは61歳で罪を許され、王宮で余生を過ごしました。では、彼女が実の兄であるサドセジャを陥れた理由は何だったのでしょうか。未亡人になり、王宮に戻った後、サドセジャが側室をファワンの住まいに隠すという事件がありました。ハン・ジュンロクには、サドセジャが周囲の人々に暴力を振るい、刀を振り回して多くの命を奪ったという記述があります。このような兄の行動が彼女に嫌悪感を抱かせる原因となったのでしょうか。
さらに彼女自身の立場や権力への欲望が背景にあった可能性も考えてみましょう。自分に従う王を衰退し、影響力を高めたいという思いがあったのでしょうか。しかし、当時の王妃であるチョン・スンワンフの存在がそれを難しくしていました。ファワンはチョン・スンワンフより7歳年上ではありましたが、オンジュという地位では王妃には及びません。スリョムチョンジョンを行う力を得るのは現実的ではなかったでしょう。スロムチョンジョンとは、王が幼い時に王族の女性が代わりに政治を行うことを言います。多くの男性官僚と対面しなければならない場面で、王族の女性の前にミスを垂らして政務を行ったことからこの名前がつきました。今後は読み方よりも意味を大切にして日本語の読みである水練調整と読むことにいたします。これらを踏まえると彼女の言動にどれほどの深い意図があったのかは不明です。単に兄との関係が悪かったためだったのか、それとも別の思惑があったのか。彼女の行動は謎が多く、真相を知ることは難しいかもしれません。サドセジャは27歳の時、父である四女から厳しい叱責を受けました。深く反省したサドセジャは、過ちを改め、今後は正しく生きますので、どうかお許しくださいと哀願します。しかし、四女が語った言葉は衝撃的なものでした。ヨンビンが世に何と言ったと思う？そなたがいかにセジャにふさわしくないかを泣きながら訴えてきたのだ。もはやこれまでだ。自決せよ。この言葉に周囲は驚愕しました。実の聖母であるヨンビンが自らの息子を処罰するよう願い出たという事実に人々は言葉を失ったのです。お願いです。命だけは助けてください。とサドセジャは繰り返し訴えましたが、四女はこれを受け入れず、彼を米びつに閉じ込めました。なぜヨンビンはこのような行動をとったのでしょうか。米びつ事件の前、彼女はサドセジャから命を奪われかけたと言われています。サドセジャは女官や宦官を何人も手をかけたそうで、正室のヘギョン軍に暴力を振るい、ついには最も寵愛していたはずの側室の命を暴力で奪ってしまいます。側室や聖母の命を脅かす息子の姿を目の当たりにし、ヨンビンは息子の命と引き換えに夫である四女と孫であるチョンジョの
安全を守ろうとしたのかもしれません。しかし、この決断は彼女自身をも追い詰めたのかもしれません。米びつ事件から2年後、彼女は病に倒れ、この世を去りました。チョン・スンワンフは名門一族の家に生まれましたが、家計は困窮していました。彼女の父、キム・ハングは没落したヤンバンで、生活は貧しく、娘をカンテクに参加させるために借金までしました。カンテクとは、王妃やセジャピンを選ぶための審査のことです。カンテクは娘にとって貧しい暮らしから抜け出すだけでなく、一族の繁栄を取り戻す機会でした。とても聡明だった娘は才能を発揮して王妃となりました。こんな逸話が残っています。四女は王妃候補者たちに質問しました。この世で一番美しい花は何だと思う？みんなは美しい花の名前を答えましたが、チョン・ソン・ワンフは綿の花ですと答えました。理由は、華やかでも香りがあるわけでもないけど、糸を紡いで民衆を暖かくしてくれる花だから一番美しい。さらに、この世で一番深いものは何だと思う？という質問には、山や海と答える候補者が多い中、チョン・スンワンフは人の心が一番深いですと答えました。これを聞いた四女はとても感心しました。ただし、夫となった四女は祖父と孫ほどの年齢差です。王妃の座を空けておくわけにはいかないという臣下の声もあり、結婚に至ったのですが、四女は彼女の境遇を気の毒に思い、特に大切にしていたようです。夫が世を去った後、彼女の一族が再び没落しないよう、どう立ち回ればよいか考えたことと思います。四女にはすでに側室との間にサドセジャという王位継承者がいました。しかし、この不死関係は険悪でした。サドセジャの素行不良は問題視されていたため、彼女の目には王族の恥と映ったかもしれません。王妃としての立場からサドセジャをどうにかしなければと考えたかもしれません。一方で、彼女と四女との間に男子が生まれれば、側室の息子であるサドセジャを廃し、自分の息子をセジャにするという計画を描いていたのかもしれません。このように考えると、彼女にはサドセジャを排除する動機があったと言えるでしょう。しかし、結局、彼女には
子供が生まれることはありませんでした。